テレワークです。今回は、人はなぜ心を病むのかっていうのの空想の、その2をお話ししたいと思います。まず前回の続きからですけど、フロイトの心的構造論と、ポール・マクリーン博士の、三位一体の脳、この2つの図式を、対比させて、それぞれに、こういうふうに動いてるんじゃないかっていう、仮定をしまして、で、人間の、心の病っていうのは、多くの場合、視床下部とかですね、黒質とか、脳幹の部分の何かしらその変調というところから来ているので、精神疾病モデルっていうのを考えまして、何かしら、心的なダメージが、脳幹の部分まで到達すると病気になっちゃうんじゃないかっていう、そういう話を、させていただきました。で、今回はその続きということで、具体的にどういう刺激が来たら、どういう病気になるのかっていうところまで空想していきたいと思います。大きな空想としてはですね、その S 脳幹っていうのは、危機的状況に対して、太古にプログラムされた反応をしているだけなのかもしれない。IT 的に言うとそのデッドコードっていうんですけど、要はそのプログラムの中で使われてないそのコードの部分が、本当は動いちゃいけないはずなのに、動いてしまいました、みたいなことを考えています。で、もし脳が、二層の構造、その動物脳の、動物の脳みそと同じであればですね、危機的状況っていうのが起きたときに、脳幹が何かしら反応して、その危機的状況を脱出するとかっていう仕組みが、あるのかなと。具体的にはその外敵に襲われて、命の危険があるとか、山火事とか、大規模にその天候不順とかで、食べ物がなくなっちゃいましたとか、干ばつとかでその水がなくなりましたとかっていうのは、その動物が生きていく上での、大きな危険であるので、それに対して人間のようにその判断して動くとかっていうことではなく、本能で生き延びようとする。で、具体的にはその外敵にその急に襲われた時には、死んだふりをすることで助かる、という戦略もあるし、食べ物がない、冬に向かって食べ物がなくなってきたなというところでは、冬眠、寝ちゃって春を待つっていうその戦略もあるし、食べ物も水ももう当分ないよっていう話になると、民族大移動じゃないですけど、その住み慣れた地を離れて移動しちゃうとかっていうのも、本能で実現するその構図みたいなのがあって、そこに脳幹というのが関わってきたのかなと。で、脳が、人間になって3層の構造になりましたと。で、危機的状況っていうのは人間が生きてても起きるんだけど、基本的には、その昔使っていたプログラムはその発動させずに判断してその危機を回避するっていうふうに、人間というのは進化していった。で、逆にその昔のプログラムが、動いてしまって、例えばドーパミンがどっと出るとかっていう状況に対して、その人間脳の部分はもうケミカルバランスが崩れておかしくなっちゃうよっていうことが、精神病を構成するんじゃないかなっていう、仮説です。空想ですね。
で、具体的に、3つの病気を、取り上げていきたいと思うんですけど、1つ目は統合失調症。統合失調症っていうのは、脳内物質、黒質で分泌されるドーパミンっていうところがすごく関わっていて、これが、たくさん出てしまう。通常のドーパミンレベルよりも、かなり多く供給されてしまう。で、特徴としては、幻聴、幻覚、そこにいない人がいるかのように見えたりとかですね、そのナイフみたいなものが自分の方に飛んできてしまうイメージとか、そういう、いろんな方がお話をされるその幻覚幻聴のことは、皆さんもご存知じゃないかと思いますね。で、発病すると、最初はその陽性期っていうところから、陰性期に移行するっていうところが、知られています。で、この、統合失調症で、思い起こされる動物の行動っていうことで言うと、擬死ですね、死んだふり、アライグマとかオポッサムとかっていうのは、哺乳動物で死んだふりをする、代表例みたいな感じなんですけど、この擬死をするときに、ドーパミンがたくさん出てるっていうのは、確認されている、事実です。で、死んだふりをしてすると逆に敵に簡単に見つかって食べられちゃうじゃないかとかっていうことなんですけれども、死んだふりをするときにですね、もしその数匹複数の、個体がいて、1頭だけ死んだふりをすると、その追っかけてきた敵は、死んだふりをしている動物をまたいで逃げようとする方を本能的に追っかけるので、死んだふりをした方が、結果的に助かるとかっていうのがあるそうです。なので、そのきちんとした意味のある行動として死んだふりをするんですね。で、その死んだふりをするドーパミンが出るっていうところが、人間に起きてしまったら、結構大変なことになるんじゃないかっていうふうには思っていて、で、人間の場合はですね、そのアライグマみたいに数十分とか数時間とかで、復活してとことこ歩き出したりとかってせずに、数ヶ月とかもっと長く、ドーパミンのバランスが崩れた影響を受けてしまうっていうのが、私の、空想です。で、統合失調症の、病気の経過ですけども、前兆期、陽性期、陰性期、回復期と、4期あって、今お見せしているみたいな図で進んでいきますよっていうのが、調べると出てくるんですけども、実際にはその幻聴とか幻覚に長期間、悩まされている方々が、少なくないので、こういう図式で全部進んでいくというわけではないと思いますね。それとあとそのドーパミンのその影響範囲みたいなもので、影響が、それほど強烈ではない方は、自分は統合失調症になっていて、幻覚を見ることがあるんですよみたいなことで、客観視ご自分を客観視する力があるんですけども、ドーパミンにすっかり飲み込まれてしまうと、自分は病気ではない普通にやってるよっていう、その病識がないとかっていう状態になって、結構行動も、かなりこうその時の、幻聴とかに従って、結構激しい行動をしてしまうとかっていうのがあります。この辺は、正直こういう、死んだふりですよっていう説明をしただけでは、うまく、
吸収しきれないというか、回復に向けたヒントにはなかなかなっていかない部分ではありますね。で、私の知ってる限りでは、今、いろんな新しい治療とか、新しいカウンセリングとかっていうのが始まっていて、一つ聞いたことあるのは、その、飛んでくるナイフとかですね、恐怖の中に、追い込まれるような感じなんだけど、その恐怖を乗り越えて飛んでくるナイフに話しかけてみましょうとかですね。で、そういうちょっとこうフォーカシング的な、アプローチをしたりとかっていうのが、始まっているようです。はい、では次は、うつについて取り上げていきたいと思います。うつですけれども、これは視床下部のセロトニンというところと、正反角のノルアドレナリンが、共に、枯渇というか、生成が少なくなってしまうというところが分かっていますね。で、特徴は、気分の落ち込み、食欲不振、体重減少から季節性の冬季うつ病っていうのも存在するというところで、私の思い起こすイメージは、これは冬眠ではないか、もうその自分の置かれた状況がですね、もう自分ではもういかんともしがたいみたいな感じで、追い込まれていった時に、冬眠スイッチが入ってしまうっていうのが、うつ病なのかなっていうふうに、空想しています。具体的にはですね、その活動量が、低下する、意欲や気力の喪失が起きる、で、食欲とかも、落ちていく。で、なるべくそのエコに、穴蔵の中で、過ごすような、体質というか、反応が、出てくるのがうつですね。で、私の、知人の、知人の女性の旦那さんが、うつになったことがあるんですけれども、子供が生まれたばっかりで、横でギャンギャン泣いているにもかかわらず、うつになった旦那さんっていうのは、その赤ちゃんに背中を向けて、ピクリとも動かずにもう寝ているっていう、そんなエピソードを、聞いたことがあります。もうイメージ的には、本当にその冬眠じゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、冬眠であれば、逆に春を感じることっていうことができれば、その治っていくんじゃないかなとかっていうふうに、考えていまして、これを、これから、カウンセリングとかする機会があったら、クライアントさんにぶつけてみたいなというのは考えています。春を感じることってできますかって言ったら、大概の人は、こんな状況の中で春なんか来るわけないじゃないっていう、そういう答えが、返ってくると思うんですけれども、それがその認知の歪みとかですね、その悪い方にとってしまうから春を感じられないっていうことであれば、その認知行動療法で、認知の歪みをだんだんと、修正していくことで、いや悪いことばっかりじゃないよねっていうふうに、受け止めれればですね、春を感じることができて、回復にもつながっていく、そういうイメージを、持っています。最後は双極性障害なんですけども、こちらの病気はですね、正反角のノルアドレナリンと視床下部のセロトニン、うつと同じその組み合わせなんですけれども、この病気の特徴は、躁とうつを、繰り返す、それでそのバイポーラーとかっていう、呼び方もあるんですけども、躁とうつを繰り返すんですね。で、季節や
天候の影響を受けやすいとかっていう特徴を持っています。で、この病気に関して、私の思い起こすイメージ、空想はですね、休みを取りながらですね、長距離を移動する渡り鳥のイメージなんですね。で、移動の時には、ものすごいエネルギーを使う、もう寝ずにずっと飛び続けるみたいな、数百キロ飛んじゃうみたいな、そのすごいスーパーパワーが、出つつ、で、例えば鹿児島とかにその鶴が寄り道する場所が、あるみたいなんですけど、休息するとなるともうがっつり休息して、栄養補給して、次の移動に備えるみたいな感じで、すごく静かに、暮らす時間がある。でこれを、交互に繰り返すっていう一つの、病態のことを指すんじゃないかなと。双極性障害なので、その層になる、活動的になる部分と、うつになる部分が、別々の病気っていうふうに捉えられる方も、たくさんいらっしゃると思うんですけど、私はそれを一つのセットで見ようっていうふうに、考えたわけです。で、その休息期間のうつっていうのは、うつ病のうつと、どう違うかっていうと、うつ病のうつは冬眠のうつで、双極性障害のうつは休息とか充電のうつなので、片方は体重減少して、食欲もなくなり、その穴蔵で過ごすことに適応するような、省エネモードに入り、双極性障害の方のうつは、同じようにその動けない、動きたくないとかっていうことになるんだけれども、食欲はある、逆に過食だったりするとかっていう、その充電的な意味合いの、うつになるのかなっていうところを、に触れておきたいと思います。で、この双極性障害っていうのは、渡りの期間と、休息を、繰り返して、何をやろうとしているかっていうと、新天地を求めて、移動していくっていうところが目標なわけですよね。なので、双極性障害の方にもお話をしてみたいのは、今生きているこの場所が自分にそのフィットしてない、どこか、新天地を求めて動かなければいけないとかっていうふうに、考えている限りは、この病気は逆に治らないんじゃない、治らない可能性があるなっていうふうに思いませんかっていうふうに聞いてみたいと思っています。その自分の選ぶ職業であるとか、住む場所、人によってはその親と離れて暮らしたいとか、そういうことも含めて、自分の居場所はここですよっていうところに、たどり着ければですね、渡り鳥として飛んでいく必要はなくなるので、この病気が収まるんじゃないかなみたいなイメージでおりまして、それはこれからですね、カウンセリングとかを重ねる中で、ちょっと確認してみたい、触れていってみたい部分であります。で最後まとめになりますが、この、今取り上げました3つの病気っていうのは、公式には未だに原因がわからない、どのウェブサイトを見ても原因不明の病気ですと、最初に書かれていますね。で、そこで私のここの空想なんですけど、もしかしたら、人間の進化の過程で、不要になった冬眠とか義肢の本能がですね、発現してしまったものかもしれませんということです。でそうであれば、誰しもかかりうる病気であって、偏見を持つことや持たれることは、無意味だと思います。
その、病気の目的とする、その活動をですね見越して、そう頑張らなくてもいいよっていう、冬眠しなくてもいいよっていうところを、そこに力点を置いて、治療を進めていけば、治っていく病気なのかなと。そんな風にですね、闘病されている方々には、この空想が、治療の参考になれば幸いです。以上になります。よろしくお願いいたします。